いやー、大河ドラマファンっていうのは、なかなかのタイムトラベラーですよね。いやいや、本当に。だってまあ考えてみよう見てくださいよ。鎌倉殿の13人で、もうどっぷり鎌倉時代にハマった。と思ったら次はどうする家康で、いきなり戦国時代、もしくは江戸時代初期の方まで飛んでいったわけですよね。そうすると今度は光る君で、またぐーんと平安時代の中期まで前戻った。そうすると今度、べらぼうで、どうする家康よりも先の江戸時代の方に行くわけですからね。まあなかなかこう揺さぶられますよね、結構ね。なのでよくね、ドラマ終わったらこう、なんとかロスみたいなこと言いますけど、まあ大河ドラマのファンの場合はね、まあその単純なロスじゃなくて、こう時代のこう、時差的な、こう時代差というかね、そこでこうグラグラするというか、そういうところありますよね。だからちょっとやっぱりね、こう準備期間が必要かなと思っていて、ちょっとやっぱその江戸に向かっていくんですけど、まあいきなりべらぼうの話してもあれなんで、もうちょっとそこにね、こうちょっとまあ、ちょっと手前ぐらいから話した方がいいのかなと思ってるんですよね。で、まあ津田屋十三郎がね、今回大河ドラマ主役ですけど、まあなかなかね、名前聞いたことないっていう人も多いと思うんですよ。で、まあだからこの周辺人物をね、含めて話していくのがいいのかなと思うんですけど、まあ、蔦屋十三郎にとって一つのキーパーソンとなったのが、やっぱ田沼意次だと思うんですよ。田沼意次が老中をしていたという、その時代だからこそ、蔦屋十三郎っていうのは非常にこう、活発な活動ですね。だから田沼意次っていうのはこう、どんどん経済活動やっていけというような人だったわけですね。まあもちろん、いろんな問題ありました。賄賂もらったりとか、賄賂政治が横行したと言われてますけれども、まあ近年は結構逆にこう、経済的なところで頑張ったんじゃないのっていうような再評価がされてきている人物の一人ですね。なので、その田沼意次が老中だったからこそ、まあ、津田三郎は生き生きとやれたっていうことがありますから。で、この田沼意次という人物はどういう人物だったのかというところをね、からね、ちょっとやっていった方がいいんじゃないかなと思いますね。で、田沼意次っていうのは、まあ、1719年、まあ、享保4年ですね、に、まあ、紀州藩士の田沼意之の長男として生まれました。この紀州藩士というのが実はポイントで、ちょうどね、紀州藩士の徳川吉宗、暴れん坊将軍ですよね。実はあんま暴れてないんですけど、結構慎重だったんです、徳川吉宗は。だけど、暴れん坊将軍徳川吉宗が八代将軍になりました。そのことによって、じゃあ、紀州藩士の信用できるやつ連れて行こうとこで、こう、幕臣として取り立てられるわけです。うん。で、この田沼意次のお父さん田沼意之っていうのは、将軍の世話係のリーダーを務めるぐらいまで、まあ、出世しました。うん。なので、お父さんが出世すると、まあ、息子の田沼意次もおのずとこうね、ちょっとまあ、お近づきになるわけですよ。なので、もちろん、吉宗ではなくて、吉宗の次の将軍候補である家重ですね。要は吉宗の息子、長男の家重のところで働くことになりました。で、意次っていうのはこの家重によって見出されます。将軍の。ここ一つポイントですね。家重がいた。家重が見出した意次の、その世の中の中で、津田三郎は成功していくということですね。ただこの家重っていうのが、まあ、吉宗からすれば悩みの種となるような不出来な息子でした。あんま聞いたことないですよね、家重ってね。九代将軍なんですけど、まあ、大体家光とか、まあ、綱吉は、まあ、とんでもない、勝利荒波の例でよく知られてますけれども。あとはまあ、吉宗。あとはまあ、そうね、やっぱ吉信になるのかな。まあ、あとその間、まあ、家貞とかね、まあ、家貞ドラマ化されたりとかしてますけども。まあ、家重っていうのはあんま出てこない。で、どんな人だったかっていうと、まあ、当初はね、吉宗も、その、我が子の家重にすごく期待してたわけですよ。まあ、鷹狩りに連れて行って体鍛えさせようとしたりとか。あとは、公務員儒学者で、室久宗っていう人がいるんですけど、その人に家庭教師につけて学問を身につけさせようとしたわけですね。で、わざわざ江戸城の近くのね、吹上御苑っていうところで、こう、訴訟をね、裁く様子を見せたりとかして。うん。で、家重に見学させたりとかしました。で、まあ、おそらくまたね、で、吉宗は、まあ、やがてこの子将軍になるんやったら、こう、民の現状も知っておいた方がいいだろうというところでですね、まあ、小菅というところに別邸を構えてですね、春秋になれば家重を数日間宿泊させて、周囲の農民たちの苦しみに寄り添わせようとした。でもしてました。まあ、十分やったわけです。なんとか自分の息子、次の将軍、頑張ってほしい。まあ、自分も頑張りましたからね。だけれども、吉宗のそういった教育っていうのは、ことごとく空振りに終わる。まあ、家重はもう肩狩りにもね、鷹狩りも興味持たないし、学問にも励まない。まあ、運動もダメ、勉強もダメみたいなところですよね。今でいうところの。それどころか、もう髪が乱れ放題で、髭も剃らない。で、こう、みすぼらしい学校で多くに入り浸るっていうね、これどうしようもない。でしかもね、ちょっとね、コミュニケーションに難があったと言われてます。
まあ、これはまあ19世紀前半にまあ編纂された江戸幕府の公式誌で、徳川実記ってね、ご存知の方もいらっしゃると。徳川実記って難しい文献で、割とこう、信用に足るところ、重要なところと、後半の結構逸話集っていうのは結構怪しいところがあって、徳川実記だから、こう、確実だとか、徳川実記だからダメだっていうことは、ちょっと言いにくい文献ではあるんですけども、まあ、その徳川実記に、やっぱその実記に、家重は言語に障害があったと。で、まあ、近くの人たちも聞き取ることができなかったとされています。まあ、どれだけこれが本当だったかわからない。他の文献だと、いや、意外と聞こえてるやんけとか、意外と話せるやんけっていうようなことも残ってるんだね。ただまあ、ちょっとまあ、そのコミュニケーション何ありやったんやなってことは、まあ確かでしょう。うん。どこまでそれがね、本当にこう、障害があったかどうかはわかりませんけども。まあそんな家重にね、将軍が務まるんかなというところで、結構そういった心配するモードが漂う中で、4歳年下の次男がいたんですよ。これは宗武。大体これね、長男がダメだとこう優秀な次男っていうのがいるんですよね。まあ、だからそこで、まあ宗武がやっぱ注目されていって、周りが担ぐわけですよ。いや、兄のお兄ちゃんと全然違うな。家重よりも学問も得意だし、文芸にも長けているなというところなんですね。で、まあ、吉宗っていうのはそこでまあ迷ったと思います。うん、どうしようかなと。まあ、周囲的には、まあ、宗武か。宗武確かに優秀やしな。家重こんなんやし大丈夫かなと思うけれども、多分吉宗も自分の徳川家のことだけ考えれば、宗武の方を後継者にしたんじゃないでしょうか。優秀ですからね。だけれども、もし吉宗が次男、あるいは三男とかを後継ぎにしたまま、それは諸大名にもそれを許すってことですよね。要は、将軍トップでありながら、やっぱりね、お手本なわけですよ。うん。そうなると、諸大名にそれを許すと、あちこちでお家騒動起きますよね。実質長男が継ぐんやと、もう決めてしまえばお家騒動起きない。だけども、そこで、ちょっと他の評価値が入ってくると、お家騒動起きますよね。だから家康も、家光を将軍に選んだわけですね、かつて。うん。孫のこっちやというふうに言ったわけです。息子の秀忠とね、奥さんはちょっといろいろごちゃごちゃしてたわけでも、いやいや、長男の家光やというふうに決めた。それと同じことを吉宗もやって、いや、やっぱり長男だと。なんで、家重が将軍の後継ぎを決めます。だけども、家重に将軍務まるんかなって、誰よりも不安だったのは、もうお父さんだったと思うんですよ。周りに言われるまでもなく、いやいや、俺が一番心配やけどさって思ってたと思うけどもね。なので、吉宗は自分の信頼する紀州藩士たちを家重のそばに置いてフォローさせるようにします。その紀州藩士の一人が田沼意次だったわけですね。田沼意次のお父さんは吉宗に仕えてますから、じゃあお前の息子をちょっとちゃんとしてそうやからっていうことかもしれません。家重のそばに置いてフォローさせるってことだった。こういうふうに時代の流れ見ていくと、家重がちゃんとしてた人だったらまた違った展開だったかもしれないし、だからそういう一人一人の将軍のこう個性とかが微妙にこう人事に影響していくんですよね。だから徳川将軍の15代読み解くことって結構重要だと思います。で、まあおそらく吉宗、よっぽど心配だったんでしょう。62歳まで将軍から退きませんでした。なので、家重が将軍に就任したのは34歳。結構遅かったですね。で、ただね、これもよくあるんですけど、将軍になると人は変わる。うん。まあ、地位が人を作るとよく言いますけれども、会社でもよくありますよね。あの人大丈夫かなと思ったけど、上司になったら結構できるなとか、逆に上司になってもやっぱりできひんねんけど、すごい張り切ってて、キャラ変わったな、みたいなことあるじゃないですか。やっぱり、自分が指示を受けてやる立場と、自分が出す立場、結構大きく変わるわけですね。で、家重は就任早々何をやったかっていうと、弟の宗武をまず登場禁止、停止、城に来させないでことです。もう、これややこしい、こいつ来たらってもう分かったんですね。で、かつ、その宗武を将軍に担ごうとした、すごい優秀な老中がいました。松平則里という人物なんです。則里ですね。この人物は罷免します。もう優秀だろ関係ない。俺の弟を担ごうとした人物、信頼できないですよね。こういうふうにね、家重っていうのは、まあ、いわゆる、今でいうところの、まあ、陰キャと言っていいかわからないけども、表に出てくるタイプじゃない。おとなしいタイプっていうのは、よーく人のことを見てるんですよね。うん。だから、結構人事はうまいですね。側近を見極めることはうまくて、で、やっぱ自分をカバーしてくれる人は誰か、本当に信頼できる人は誰かってことをよく見るわけですよ。そこに、老中の松平則里、いくら優秀でも自分の弟を担ごうとした、こういう理に里い人間っていうのは、状況悪くなった時に何するかわかりませんよね。だから信頼できない。外す。優秀な人欲しいけどね。これ企業でもよくあるじゃないですか。優秀だから任したい。仕事できるんだけど人間性なりっていう人は、やっぱり組織において何かしら圧力を起こしますから、まあ上司になったら結果も欲しいからね、一人優秀な部下、欲しいなと思いながらも、ちょっとこいつには任せられるなっていう仕事あると思います。まあ実はそういうタイプだったんでしょうね。
で、家重が信頼した側近の一人っていうのが、家重の古書を長く務めた大岡忠光ですね。大岡忠光というね、名奉行とされる大岡忠助とね、遠い親戚にあたります。で、忠光は16歳の時から3歳年下にあたる家重ですね。家重にとってはちょっと年上なのかな。古書を務めていますね。で、ちょうど、この忠光が、吉宗に仕えた頃っていうのは、吉宗が八代将軍に就任した年なんですよ。で、それからずーっと家重のそばにいた。だから、コミュニケーションにちょっと難があった家重の意図を汲み取れたのは、この忠光だけだったというふうにも言われています。当然、家重が出世になると、忠光は出世しますよね。うん。で、どんどん蕎麦用人にも承認されて、5000石稼働されたりとかですね。もうさらに合計2万石を得て、武蔵の国の岩国藩主になったりとかですね。結構もうどんどん忠光出世していくわけです。で、忠光以外の人事で言うと、以前に大老を務めた酒井忠清の子孫ですね。酒井忠純がですね、本丸老中として家定を支えました。家重を支えました。で、さっきね、言った通りですね、さっきできる、老中が、則里が罷免されましたから、結局ね、家重の時代って結構老中はみんな30代だったんですね。なんで、将軍としては側近としてちょっと能力に不安やなっていう家重をですね、家柄さえしっかりとした忠純を主だとしながらですね、将軍と同じ年代の老中たちが活躍していくということがあります。これも組織論として面白いところですよね。新陳代謝というか、仕事ができる人外したことによって周りが盛り上がっていくこともあるということですね。で、そんな家重が取り立てた側近が忠光だけではなくて、やはり自分が将軍になった時にですね、本丸古書を任せて、しかも御用取り次ぎまで出世させた人物がいました。それが、後に老中として商業重視の政治を展開する田沼意次だったわけですね。で、田沼意次っていうのは、家重から信頼された忠光と一緒に家重を手厚くサポートしていきます。で、家重の抜擢によってですね、田沼意次って40歳にして一万石の大名となります。出世し始めましたよ。で、ただね、意次と言ったらすごく積極的にいろんなことやったっていう人物として僕ら知られてますけども、意外にもね、家重の時にはあんまり活躍しない。珍しい活躍。なぜかって言うとやっぱりね、意次もそんなに出自がいいわけじゃない。どっちか低い、新参者に過ぎなかったわけですね。お父さんが単に、前将軍と仲良かっただけですから、だから不大大名だったりとか、門伝僧みたいにですね、人脈がなかったわけですね。門松荘のようにですね。なので、おとなしくせざるを得なかったところありますね。なので、ちょっとこもりがちな家重とですね、で、に対して、意次っていうのはすごくいい役割をして、城に出入りする諸大名と間に入ってですね、立ち回ったし、調節役ですよね。この調節役というのが意外と出世するんですよね。うん。月のうち20日は城に泊まるなんてことをやったように、意次も非常に仕事熱心で知られています。はい、ちょっと今ね、救急車来ました。すいません。ですね。で、意次が幕政に本格的に参加したというのはですね、法暦8年、1758年ですね。ここから、この辺りからですね、どんどん出世していくというですね。で、家重っていうのは50歳の記念の日を迎えます。その時に1ヶ月後に忠光が高いですね。自分のコミュニケーションを取れる唯一の人物とも言われてきた。それだけ信頼できる忠光が亡くなったところで、ちょっとそのショックもあったんでしょう。その2ヶ月後に、自分の嫡男である、家治ですね。徳川家治に将軍の座を譲る。これが、第10代将軍徳川家治です。この辺り重要ですからね。この家治もね、またね、ちょっと、どういう人物か説明していきますけれども、ここが家治ですね。この家治の元でですね、意次っていうのはどんどん出世していく。っていうのも、実は家重っていうのは、死の間際にですね、田沼意次を重用するようにというふうに言ったというふうに徳川実記に残されています。本当かどうかわかりませんけどね。ちょっとできすぎてる気もしますが。で、先ほど言いましたけれども、やっぱコミュニケーションが下手だと結構周囲をよく見てる。会話してる量が少ない分よく見てる、じーっと見てる。で、頭角を表し始めた意次の才能を、家重がなんだかんだしっかり見抜いていたんじゃないでしょうか。家重っていうのはそういう意味では面白い将軍ですよね。結構才能があったのかもしれない。でですね、次期将軍の家治っていうのは、お父さんの家重の遺言を守って、意次を重用するわけです。で、意次はその才能を遺憾なく発揮して、経済革命をどんどん打ち出していくと。で、意次が生んだ中、自由な空気の中で江戸文化っていうのは花開くわけですよね。そこで出版の人、私と同じです。出版人として帯同したのが、今回大河ドラマベラボーでの主演である、蔦屋十三郎ですね。彼はその意次が生んだ自由な空気の中で
どんどん才能を育んでいたということですね。で、まあ、沖継自身もですね、さっきも言いました通り、将軍家重に抜擢されて、こう、成り上がっていった立場ですよね。なので、こういう人ですね、才能ある若者好きじゃないですか。それ、十三郎をどういうふうにバックアップしたのかなっていうところもね、ドラマでは見てみたいですし、十三郎をね、出版人として、僕も出版人ですし、これからすごく出版難しい時代に、こう、十三郎がどんなアイデアを実現させたのかっていうのはちょっと見てみたいですよね。うん。で、結局ですね、頼む沖継どうなったかというと、失脚するんですよ。この失脚劇を、まあ、おそらくドラマの中で丁寧に描かれることでしょう。で、松平定信ですね、名前聞いたことあると思います。完成の改革を行った松平定信。これがまた頭が固いですね。非常にこう、緊縮財政、倹約で、庶民を締め付けるわけです。で、こういう人が老中になった。そうするとですね、重三郎のビジネスがやっぱ変わっていき方の多いないですよね。当然、こう、重三郎は目をつけられるわけです。うん。で、財産を半分没収されたというふうに言われています。ですね。ここから重三郎はどう盛り返していくのかというところもドラマの一つの見どころじゃないでしょうかね。ここからですね、田沼時代にはなかったしんどさを、重三郎っていうのはここね、なんだろう、落ち込むことなくですね、ここからアイディアを出していく。これがすごい。やっぱりね、人生のピンチの時にこそ人の本質出るじゃないですか。まあ、金持ち喧嘩せずなんて言いますけども、裕福で、余裕がある人はね、人に優しいなんて当たり前のことであって、余裕があって、そういうね、ドンとしてるのは当たり前のことであって、こういう死んだ時、自分が処罰されて、出版としてどうしようっていう時に、どう振る舞うかっていうところに人の本質って出ますよね。で、津田次郎はですね、ここから江戸のメディア王として名を馳せるまでですね、このやっぱり苦難があったわけです。ここをどう乗り越えるか、これもドラマの一つの見どころとして注目していきたいと思います。はい。まあ、そんなわけで、この、YouTube の大河ドラマ解説はですね、光る君に続いて今年のベラボーでもですね、大河ドラマをより楽しめるような解説を行っていきたいと思っています。ぜひね、1年間お付き合いいただければと思いますので、ぜひね、チャンネル登録のよろしくお願いします。まあ、偉人や名言とかね、そういった歴史人物、大河以外の絡みの話もしていきたいと思っているのでね、ぜひよろしくお願いします。まあ、世界史の人物も入れていきたいですね。ただやっぱね、再生数良くないんですよね。やっぱ大河ドラマが一番再生数良くて、次にやっぱ日本史の人物でね、世界史の人物ってなかなかみんな見てもらえないので、どこまでやるかなと思って、やっぱね、面白いことは面白いんで、うまくね、僕は説明して、今の多分自治と絡めて、こういうことがあったから、世界でこういうことがあったから、今こうなってるんですよっていうことがうまくつなげられたら、皆さん興味持って見ていただけるんじゃないかなと思うのでね、そこでまたこう、過去の偉人の挫折とか、そういう栄光とかを描きながら、僕らと同じように並んでたっていうところをね、注目するって、何か今の打開策のにつながったりとか、ちょっと気持ちが楽になるようなことをね、お伝えしていければなと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いいたしましょう。偉人研究家の前山智之でした。それではまた。